こんばんは。はるけです。今回はフッティーズチーム2のティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになってるので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。チーム2はですね、ロナウド枠にメッシ、が来ました。でですね、あとはヒーローの強化カードも一緒に配送されてるという風なことですね。あとはね、チーム2からですね、目標で、いろいろフッティーズで強化された選手たちがね、目標でもらえるんですけれども、一応そちらの選手たちも、今回は含めてあります。じゃあ、それでは、早速紹介をしていきます。こちらがフッティーズチーム2の、ティアリストになってます。C だったり D に入れる選手はいなかったですね。非常にみんな強い、選手たちになります。で、B ですね。B はフッティーズのインシーニェですね。インシーニェ。インシーニェ55に、なりまして、非常にめちゃくちゃドリブルがしやすい、めっちゃちっちゃい、選手になるので、ここがね、55になったっていうのは非常に素晴らしいと。いう風に思います。今のね、このティアリストの中での B っていうのはめっちゃ強く、なるんですけれども、やっぱフィジカルがなさすぎるっていうのが、インシーニャの場合はあるんで、もちろんスキルでかわせるように、相手を剥がせるようになったんですけど、抜ききれないっていうのは、起きてしまうという風に思いますね。ぐいっと前に入れないっていう。その入れないぐらいのフィジカルの弱さにはなってしまうんで、そこがちょっと不満に思う方っていうのは、おられるかなっていう風に思いますね。それでもやっぱ総じて55っていうのはね、やっぱ正義というか、非常に素晴らしいことではありますし、インシーネ自体ね、めちゃくちゃドリブルが軽い、選手で、本当にね、スピードと、もうめっちゃ軽い、もうめちゃくちゃ細かいタッチができるんで、非常に使いやすいキャラクターではあるんですけれども、そこの逆にフィジカルがめっちゃ弱すぎてっていう風な、部分はあると、そういう風に感じますね。で、そして A です。A は、フッティーズヒーローのハイストの選手です。ハイステ・フォルランが来てます。そして目標でロドリ、そしてブキャナン、そして、ムリエル、この3名、みんな目標ですね。で、フォルランに関しては、ヒーローで強化をされて、逆足が5になって、能力も非常に高く、なってます。で、ドリブル自体もね、結構軽くなってて、パスもうまいと、いった選手ですね。で、決定力は言わずもがなですね。本当によく決めてくれました。ストライカーとしては十分に、なりますし、多分値段もね、結構安いんちゃうかな。20万切ってるかな切ってないかな多分ぐらいだと思う。自分が見たときは。なんで、このレベルで20万は安いなと思いますし、ヒーローなんでね、キミさんで使うこと、できるんで、個人的に前線の選手がスキル4の選手でもいいよっていう、方であれば、かなりおすすめの選手かなというふうに思います。で、そして目標できたロドリですね、ロドリ。ロドリに関しては、もちろんペースが上がったというふうなことが非常に素晴らしい。ですし、これでね、さすがにペースの遅さっていうのは感じないと、思います。UCL でね、チャンピオンズリーグのね、マン・オブ・ザ・マッチのカード、来た時もですね、非常に使いやすい選手になってましたし、守備力の高さ、プラスパスもうまいんで、やっぱり取った後しっかり出せる、パスつなげるっていうことが、一個特徴かなというふうに思います。いかんせんでもやっぱりドリブル自体は重たいかなっていうふうに、どうしても思う方多いと思うんで、その中で一番上にはなかなかちょっと上げきれなかったかなというふうに感じますね。で、そして、ブキャナンですね、ブキャナン。この選手の場合はですね、本当にスピードが速い前線の選手なんで、一応プレミアムですけど、スパサブ枠かなっていう風には思います。スパサブとしてはめちゃくちゃ最高です。スキルも5になりましたし、単純に、スピードだけでいける選手が足元もね、使えるようになったっていうのは非常にやっぱフッティーズの強化っていうのはやっぱりすごいなっていうのは思いますし、結構ね、FIFA の中では、人気というか、ちょっと知られてる選手、にはなるんで、前作とかね、やってた方は知ってるかとは思います。敏捷戦も非常にね、99とカンストしてるんで、ドリブルがしやすい、かつスピードでもいける。で、そんな選手がスキル5もね、ゲットしたっていう風な選手になるんで、本当にスパサブとして出てくるとめちゃくちゃ厄介、今後厄介になってくると思いますね。この人取るのはね、そんなに難しいことじゃないんで、結構スパサブとしてブキャナンがどんどんなんか試合中にね、途中交代で入ってくるっていう現象は、起こるんかなっていう風には
思いますね。あとはパスもうまいっていうのが結構この人はいいです。パスが良くなった。フッティーズ強化されたっていうのは非常にいいことですね。でそして、ムリエルですね。フッティーズのムリエル。ムリエルも一応目標、なんですけれども、この人も55に、なってます。まあ、55の選手がね、結構チーム2になってから多いなというふうに思うんですけれども、ムリエルの場合は、この人もね、速さがあります。ST としては非常に速くって、まあ、コスパの選手ですね。結構、今作、毎作かな。結構ね、金のね、ムリエルはね、本当にみんな序盤は使ってて、多分今作の序盤もね、自分は使ってたんで、本当にね、安くて、速さがあって、決定力もちょっとあるっていう選手なんで、本当にこのムリエル、フッティーズで強化されたことによって、結構序盤以来の使われ出し方っていうのがされるかなっていう風に思いますね。本当に決定力もね、ある程度あって、ドリブルもね、この人しやすいんで、だから多分みんなに好かれるんですよね。だからもうちょっとこの人が、ね、特殊できたらね、バンバン使われたかなって思うんですけれども、まあ決定力、そしてまあドリブルのうまさ、そしてスピードもね、乾燥してるんで、やっぱ使いやすいキャラクターの中で、先ほど言った55になってるんで、逆足でも振れるし、スキルも使えるっていう、選手になってます。あとはまあフィジカルもね、保険で持ってるっていうのが、まあ強み、にはなりますし、この人はね、割といいと思います。全然マジで悪くない。普通に今の現環境でも通用する、レベルにはなるので、これ無料っていうのはちょっと、やっぱすごいな。フッティーズすごいなっていう風には、思いますね。ムリエルはね、結構おすすめです。ST に困ってる方は、ぜひちょっとこれ頑張って取って、使ってみてほしいと思いますね。で、そして S と A の間にいるのがフッティーズの、ダンフリーズですね、ダンフリーズ。まあ、ダンフリーズに関しては S に上げようかと思った、ぐらい、非常に守備に特化した、サイドバックになりますね。一応まあ、ウイングバックもできなくはないんですけど、ちょっと重たいかなっていうのは、どうしても思います。重たさっていうのは絶対ある選手にはなるんで、まあガチムチなサイドバックでもありますし、基本的には守備戦で、まあがっつり、守るという、選手で、本当に貫通もしないし、しっかり取ってくれる、そんなサイドバックにはなるんで、まあウォーカーがね、なかなか使われなくなった、今ですね、この人が RB 最強というか、この守備戦の右サイドバック最強格にはなるかなというふうに感じます。逆足もね、4っていうのが非常に素晴らしいですね。で、最後ですね、S ランク。S ランクが一番多く、なってます。カワサアイコンの、ロベカル。まあ、SBC で、来た選手。レンタルでも一応みんなもらえてると思います。でそして、フッティーズヒーローのヤヤトゥーレ、そしてフッティーズのグリーズマン、そしてフッティーズロイス、そして目標で来ましたフッティーズのムヒタリアン、そしてこちらも目標です。フッティーズの、コナテ、そして SBC で来ましたフッティーズのロドリゴ、そして、ハイソン選手ですね、フッティーズのケシエ、そしてフッティーズのメッシと、この9名かなを、入れました。まあ、ロベカル、に関してはですね、SBC 価格70万ぐらい、する。まあ、あとはまあレンタルで20何試合、使える、ものも皆さん、まあ、もらえてると思います。まあ、非常に強いですね。さすが新カードとして強化をされた選手だなというふうに思いますし、まあ、低身長ながらですね、しっかり守備をしつつですね、攻撃に上がっていった、際の、まあ、使いやすさ、相手に与える脅威さっていうのは、本当に素晴らしいものが、ありましたね。で、かつやっぱり55にこの人もなってるので、まあスキルを使いながらドリブルの軽さプラススキルも使いつつ、速さもあるんで、本当に相手を追い抜くことが、できます、スピードで。で、かつその後の逆足っていう風な部分でもやっぱりロベカル強化をされてますので、5という、風なことで、まあ非常にそこも素晴らしいという風に思いますね。これまではね、逆足2で、まあトロフィータイタンのカードで3になったっていうぐらいなんで、やっぱりね、逆足がね、ちょっとネックだった、選手で、左足しかなかなか使えなかったんですけれども、もうしっかり逆足5にもなりましたし、右足でも本当に通してくれるっていう選手ですね。まあ能力も凄まじい、
ですし、まあ非常にこう素晴らしい選手になったなというふうに思います。で、そしてヤヤトゥレですね、ヤヤトゥレ。まあ、言わずもがなというか、まあなかなかね、ヤヤトゥレいろんな中盤、フッティーズとかシェイプシフターズで、かなり強い中盤の選手がゴロゴロ出てきた中で、なかなかこう使われなくなっていった選手かとは思うんですけれども、まあここに来てですね、超強化。トロフィータイタンが90だったんですけど、そこから OVR まさかの7上がりという、非常に能力が高くなった、ヤヤトゥーレになりますね。まあ値段も非常に高い、選手にはなりますし、まあ能力が高く、かつ逆足もね、5にはなってるんで、本当に攻守にわたって、働ける、そんな選手になりますね。ドリブルは多少、もちろん改善はされてますけれども、重いと感じる方は絶対おられるというふうに思います。まあその分フィジカルの強さっていうのがありますし、まあ足が伸びます。で、守備値以上にね、これまで守備力っていうのを感じてたんですけれども、しっかり数値もね、高くなっているので、本当に守備力っていうのにも、まあ、上がったかなというふうに思いますね。で、さらに決定力もね、90超えていながら、まあ、レーザーもね、94あるんで、まあ、非常に素晴らしい選手。この人もめちゃくちゃ強い、選手になりますね。そして、グリーズマン、フッティーズのグリーズマン。まあ、この人もね、5-5に、なりましてですね、まあ、前線の選手としては使いやすく、パスでも逃げれるし、あとはまあ、スピードでもね、いけるということ。さらに、やっぱりオンザボール。ボールを持った時のスキルっていうのもあるっていう、そんな選手になります。で、逆足でも触れるという。まあ、言うことがないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ、レズダもね、99ありますし、あとは前線からの守備っていうのもね、しっかりできるんで、まあ、積極性も高く、まあ、インターセプトだったりとか、まあ、タックルの数字っていうのも、前線の選手としてはかなり高いんで、まあ、グリーズマンでカットをして、まあ、自分で1対1でいけたりとか、することが、できますね。まあ、単純な、こう、ポストプレイヤー、としても使ってもいいと思いますし、まあ、フィニッシャーとしても、使っても十分。で、かつ、まあ、周りとコンビネーションしながら、っていうのも、まあ、いろんな使い方ができる、グリーズマンにはなるので、まあ、かなりこう、使い勝手はいいかなというふうに思います。まあ、めちゃくちゃ最高クラスですね、この人も。でそして、フッティーズ、ロイスですね、ロイス。まあ、ロイスも超絶強化を、されましたね。値段もこの人も100万近くかな、いってますし、この人も55に、なりました。まあ、ようやくスキル5のロイスが来たと。いうことで、まあ、個人的には非常に嬉しいんですけれども、まあ、決定力高く、この人も冷静さ、99じゃないですけど、98もカースト近く、いってます。パスもうまくって、あとはまあ、シュートもね、しっかり決めきれるという。で、ペースもね、非常に高い、速くなったんで、まあ、スピードで、いけるというのも、まあ、ちょっと一つオプションとして手に入れたかなというふうに思いますね。まあ、ロイス、テクニシャンなイメージがあって、まあ、自分でね、行くっていうこと難しかったかもしれないんですけれども、スキル、ついたんで、まあ、そこで、しっかりこう、本当に最強のロイスっていうのを再現できるように、なったなというふうに思いますね。あとはまあ、ケミかな、プレミアムではないんで、まあ一応まあブンデススカットだったりとか、あとはベリンガム使ってる方だったりとか、なら刺さるんですけど、どちらかというとちょっと難しいケミストリーにはなってしまうかとは思うので、まあ刺さる方はぜひちょっと使ってみるのもいいと思いますね。まあロイスかっこいい選手にはなるので、まあ使っていてね、楽しくないということは、まあなかなかないんじゃないかな。絶対楽しい選手ではあるなというふうに思いますね。でそして、フッティーズの、ムヒタリアンですね。こちら目標で、獲得ができます。まあ、5-5と、いう風なことが非常に素晴らしい。スキルかなスキルが多分5になってんのかなもともと4-5なんで、スキルが5になったという風なことですね。この人もですね、やっぱり無料でゲットできるレベルの選手ではないですね。もうバグってきましたね。当たり前にちょっとおかしくなってます。まあドリブルがこの人もしやすいですし、まあ過去はですね、5-5のグリーズマンじゃない、ムヒタリアン。グリーズマンじゃない、すいません、ムヒタリアンが、まあ来てたんですけれども、過去のフットバースデーの時にめちゃくちゃ強かったんですよ。本当にこう、チープクライフ。まず、クライフに似てると思います。なんで、クライフを使いこなせる方っていうのは、ムヒタリアンめちゃくちゃ合うというふうに思いますし、意外とね、こう、
フィジカルっていうのも保険で持ってるっていうのが素晴らしいです。パスとかドリブル、シュート、ペースに関しては本当に最高レベル。目標でゲットできる本当に器じゃない、選手にはなりますし、あとはケミストリーですね。ケミストリー難しいんですけど、プレミアムになってるんで、多くの方がね、使いこなせるというか、しっかりケミストリーを合わせて、スカートに刺すことができます。あとは ST もできるし、一応CM も大体ポジション持ってるんで、本当に、全然どこにでも使えるかなっていう風には思いますね。結構 3CM の一角で使っても割といいかなと思いますし、単純な前線、ST とか、ツートップの一角とか、でも使ってもめちゃくちゃありだという風に思いますね。ほんと使い勝手が、よく、目標でこれは、やっぱ、ちょっとチーム2からフッティーズバグってきたなという風に思いますね。で、そして、フッティーズ、コナテですね。コナテも目標でゲットできます。コナテがおそらくこの目標の中では一番、難しいというか時間がかかる、目標にはなりますね。OVR97 まで、行きまして、めちゃくちゃ強くなってます。で、コナテはね、今作非常に強い、センターバックです。本当に対人の強さがありながら、スピードもあるっていう、選手になるんで、個人的にはファンダイクとかと並ぶくらいのね、選手まで行くかなって思ったんですけど、なかなか特殊が来ず、あんまり使われなくなってしまったんですけれども、本当にえぐいです、コナテは。身長もね、194あるんで、本当にガタイが良くて、フィジカルで負けないし、対人の強さっていうのめちゃくちゃ高いんで、あとはね、世界大会でもね、何回か使われてた選手にはなるんで、コナテ自体、今作の強さっていうのは、自分は、強いなという風な印象を持ってます。で、このフッティーズの97になって、もちろん能力高くなりましたし、ペースは95まで、行きました。で、プラス加速タイプも長いなんで、PS5 版の方は、本当に置いていかれないというか、速さっていうのを感じれるという風に思いますね。で、リアクションレースはどちらも97で、あとはフィジカル、完走してますし、99まで行ってますし、空中戦も負けないと。いう風な力持ってます。なんで、本当地上戦、空中戦、本当資格なしと、いった選手ですね。こういうのを目標でゲットできる、レベルではないんですけれども、視野がちょっと低いんで、そこだけはちょっと注意かな。難しいパスだったりとか、スルーパスとかっていうのは、もしかしたらちょっとずれちゃうかもしれないんですけれども、このフーティーズね、逆足5にも、なったんで、そんなにめちゃくちゃマイナス点ではないかなという風なところですね。もう本当に、マジで強いなという風にこなて、感じますね。で、そして SBC できたロドリゴ、ですね、ロドリゴ。ロドリゴに関しては、ちょっと100万近くまで SBC の価格が高くなってるんですけれども、この人はね、右サイド、右ウイング、本当に最強クラスだと思います。なかなかね、右ウイングっていうのは左ウイングに比べて競争率は高くはないんですけれども、本当にロドリゴ一強になり得る可能性っていうのは十分あり得るかと思います。5-5になりましたし、もともと本当にドリブルが軽い、選手で、スピードでもね、いけるんですけれども、その中でやっぱりオンザボール、ボール持った時でも、いけて、その後のシュートの部分も非常に入るように、なりました。逆足も5なんで、かわした後、左にかわした後、ちゃんと左足でね、決めきることができるっていうのは非常に素晴らしいですね。93のね、TOTS でもめっちゃ強かったんで、使用感もよく使っていて、かなり強いなと感じた方っていうのは多いんじゃないかと思います。TOTS でもね。なんで、そっから強化をされると、当たり前強いかなという風なところで、レジダも96まで行くと、これは本当に素晴らしいなと思いますし、本当に最後まで使える、選手にはなります。最後まで右ウィングを務めてくれる、そんな選手になりますね。敏捷性バランス、ドリブルの数値もね、99とか98に、なってるんで、めちゃくちゃドリブルしやすく、ドリブラーの方にはめちゃくちゃ必見の選手になりますし、スピードでもね、置いていけるんで、いろんな方には合う選手になりますし、自分は結構作成推奨かなというふうに思います。で、そして、フッティーズ、ケシエですね、ケシエ。個人的には来てほしい、選手で、もちろん強く、なってきました。で、能力もね、めちゃくちゃ高くなって、本当にバランスが取れた、
選手になってますね。まあ、シュートも打てるし、守備に関してはもちろん、強くって、まあ、対人のフィジカルという風な部分でも負けない力を持ってる。で、この人はね、使った時はスピードがね、普通に速かったというか、もちろん91あるんで、速いんですけれども、相手を置いていける推進力っていうのが、まあ、しっかり、あるので、まあ、かなり自分的には嬉しかったなというふうに思います。まあ、正直、この人もね、言うことがないぐらいめちゃくちゃ強いです。うん。で、プレミアムなんで、一応まあ、この人自体ケミさんで使うことが、できます。値段はね、ちょっと高いかな。まあ、70万ぐらい。高い中盤の選手にはなるんですけど、それ以上の価値は、自分はあるんじゃないかなと思ってしまうぐらい、かなり強い、選手にはなってたんで、あとはね、ドリブルがね、結構改善をされてます。ケシェって結構重たいイメージあると思うんですけれども、なんか、ある程度軽く、なってて、まあそこもびっくりしたところなんで、まあ個人的にはケシエの、まあ若干不満だったところをしっかりと改善をして、まあ長所を伸ばした、そんな選手になっているので、めちゃくちゃ強いです。めちゃくちゃ強い。正直 S ランクに入って妥当というか当たり前の、選手にはなってましたね。でそしてフッティーズのメッシですね、メッシ。まあ値段的にも1000万を超えて1500万ぐらい。まあ本当にロナウド枠、で、まあ来まして、まあ55になって、かつまあプレミアムというふうなこと、になるので、まあそれぐらいはいくだろうなというふうな選手ですね。まあこの人に関しても正直まあ本当に言うことがないというか、もう当たり前に最強になってるので、まあ現環境最強クラスの ST かなというふうに思います。まあ、強さ以外の部分で言うんだったら、まあ個人的にはやっぱりフッティーズというイベント柄、まあロナウドもねそうですけど、やっぱりみんなが使えるカードとして出てきてほしかったなっていうのは思います。1500万なんてね、本当に使える人限られると思うんで、やっぱ過去作までのフッティーズとはちょっと違うなというふうに思ってね、それはちょっと残念ですね。過去作のフッティーズだったら、もうみんなが作れる SBC でね、メッシとか、まあロナウドとか、こういうクラスの選手は使えてたんで、まあそれだけはちょっと残念かなっていうふうには思うんですけれども、まあおそらくチーム2でも、メッシ、幻のカードで相手に見ることも本当に少ない、もう見れたら相手にいたら稀ぐらいの、選手になると思うんですけど、まあちょっとそれだけはちょっと残念やったかなというふうに、思いますね。まあ、という感じで、これがフッティーズチーム2の、最新版のティアリストになります。まあ、非常に強い選手も、多くですね、まあ、目標できた選手も、現環境で余裕で通用する、レベルにはなってるので、まあ、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは、今回これで終わります。いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。